はいどうも、キスケです。バージョン1.5雪氷のユームでは、物理属性の重装オペレーター、プチエナの実装が決定しました。しかも、無料配布でキャラも武器も貫突できます。これは太っ腹。さらにありがたいのが、無料だからといって性能が微妙なんてこともなさそうなんですよね。なので今回の動画では、配布星5オペレーター、プチエナの性能解説及びパーティー予想をやっていきます。プチエナの性能で気になることがあればコメント欄で教えてくださいね。それでは行きましょう。それでは現状判明している性能を見ていきましょう。プチエナは物理属性の重装オペレーターで武器は片手剣。今までの重装オペレーターは、エンバーとかスノーシャインとか軒並み装備できるのが体験なんですよね。なので優秀な体験をプチエナに装備できないというのは少しもどかしいよね。プチエナの通常攻撃は最大3段。特に特筆すべき性能はなく他のオペレーターと同じです。可愛いことくらいでしょうか。戦技を発動するとプチエナは盾を構えて敵の攻撃をブロックし、その期間中自身と周囲のオペレーターは加護を獲得します。この戦技で敵の攻撃をブロックすると一定量の SP を変換し、盾を構えている時間が延長します。連続攻撃なども受け続けられるということです。さらにこの戦技は一定時間内にもう一度発動すると SP を消費せず、プチエナが敵に突進しながら自然ダメージを与え、自然付着を付与します。戦技を連打して自然付着を付与することもできるんですが、できれば敵の攻撃をブロックして SP を一定量変換してから使いたいスキルです。返ってくる SP は見た感じ25ぐらいです。戦技の発動が SP80 くらい、返ってくるのが25くらいというのを考えると SP60 前後で自然付着が付与できるということで、結構破格な性能ですよね。敵の攻撃を待つことになるんで受け身にはなるんですが、戦う敵次第では超使えそう。連携技は操作中のオペレーターが攻撃を受けると発動できます。連携技を発動すると操作中のオペレーターの HP を回復し、プチエナがギフトボックスを1つ開きます。このギフトボックスはランダムな効果が発動するものになっていて、発動する効果は敵の引き寄せ、追加でブレイク値を与える、操作中のオペレーターを回復、この3つの中から選択されます。ランダムではあるもののオペレーターの回復は確定で発生するんでね、そこは安心要素です。なんか敵によって発生確率とか変わってきそうですけどね。敵が3体以上なら終敵が発動しやすくて、ボスが相手ならブレイク値、 HP が 50% 以下なら HP 回復みたいな。これは誰かプチエナで1000回ギフトボックスを開封してみたみたいな動画を上げてくれないもんでしょうか。必殺技を発動するとプチエナが3つのギフトボックスを開きます。この3つのギフトの中からは敵の引き寄せか追加でブレイク値を与える効果がランダムで発動します。比率がランダムということですよね。さらに一定確率でギフトボックスがスペシャルギフトに変化し、敵にアーツ脆弱を与える効果が発動します。ギフトボックスの比率がランダム、しかも確率でスペシャルギフトに変化するという、なかなか面白そうなスキルですよね。スペシャルギフトの効果がアーツ脆弱っていうのはちょっと頭を悩ませますよね。アーツ脆弱を目当てにローテーションに組み込むというのは少し難しそうです。ただプチエナの覚醒効果が分かっていないんで、もしかしたら貫突効果とかで必殺技のスペシャルギフト確率プラス 50% みたいな、そんな効果があるかもしれないですね。ちなみにスペシャルギフトで付与できるアーツ脆弱は6秒くらいです。それではプチエナで組めるパーティーを見ていきましょう。まずは予告番組で紹介されていた凍結パーティー、プチエナ、イボンヌ、ギルベルタ、ザイヒです。この編成はイボンヌが無防備になる必殺技とか連携技の発動のために凍結状態中の敵に重攻撃を当てないといけないんですけど、そういった時に戦技の盾で守れるというのは強いですよね。一時イボンヌパーティーにスノーシャインが採用されていた時を思い出します。さらにプチエナは
戦技で自然付着も可能ですし、運ゲーにはなりますが必殺技でアーツ脆弱を付与できますから、かなり相性がいいと思います。予告番組の映像でもアンゲロミラの激しい攻撃を盾で守りながら、そのまま戦技で自然付着、その自然付着をイボンヌの戦技で凍結状態にして必殺技で蜂の巣にするという立ち回りをしてました。守りから攻めに転じれるというのは非常に強そうです。続いても予告番組で紹介されていたパーティー、プチエナ、ティフォロス、フローライト、アンタルです。自然付着を付与できるということで、ティフォロスとも相性がいいと思います。このパーティーの特徴はアンタルが入っているところでしょうか。アンタルの戦技でフォーカスを付与すれば、プチエナで自然付着を付与したタイミングでアンタルの連携技が発動するんで、自然付着を増やせます。さらにそこからフローライトの連携技も発動するんで、爆速で自然付着を重ねられるということなんですよね。ただアンタルはあくまでも電磁が灼熱をサポートするオペレーターですから、予告番組にあるように周回ステージで使っていくのが良さそうですかね。ただ先ほども言った通り、自然付着がとんでもない速度で増えていくんで、瞬間火力はすごそう。しかも採用されているオペレーターがティフォロスさえ持っていれば無課金で組めますから、お財布に優しいのもいい感じ。続いて予告番組で紹介されていた編成をより強力にした形、プチエナ、ティフォロス、オクギー・ギルベルタです。がっつり限定オペレーターで固めてます。ティフォロス以外のオペレーターで自然付着が可能で、奥義を意思形態で使えば連携技でも自然付着を増やせます。で、もし奥義を持っていない場合はペリカを採用してもらっても構いません。ペリカを採用すれば連携技の関連で火力サポートができますし、さらにギルベルタの連携技も発動できるようになりますから、ガッチガチに戦えると思います。続いてロッシをメインアタッカーとして使う編成、プチエナ、ロッシ、ペリカ、ギルベルタです。高難易度でロッシュを使いたいときはマジでこの編成が強いかもしれません。まずプチエナの戦技は消費 SP が80くらいで、さらに敵の攻撃をブロックできると SP が25くらい返ってきます。少ない SP でロッシュの連携技に必要なアーツ付着を付与できるんで、相性がとても良さそう。しかも運が良ければ連携技で終敵もできますから、複数戦が苦手なロッシュも幅が広がりそうなんですよね。必殺技なら終敵ができる確率も上がりますし、かなり強そうだと思います。なんならプチエナは重装オペレーターですから、ガチッとロッシュを守ってくれることでしょう。いかがだったでしょうか。今回は配布星5オペレータープチエナ性能解説及びパーティー予想でした。今回紹介したパーティーはプチエナを生かすことを考えた編成だったんですけど、そもそも重装オペレーターなんで、割とどんなパーティーに採用しても耐久枠として活躍してくれます。なんなら危機契約とかでも活躍してそうじゃないですか。可能性を感じるオペレーターですよね。皆さんはプチエナをどんなパーティーで使ってみたいですか。よければコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。